こんにちは、ミドチャラ TV の愛です。今回の舞台は北千住。なぜ北千住かって？北千住は私の第3、第4のふるさとと言っても過言ではない場所だからです。そう、今目の前に見えている北千住マルイは、私がマルイ時代にね、オープニングスタッフで立ち上げメンバーだったので、とっても思い入れが深い場所でもあるんです。それはさておき、マルイには寄らず、今日のお宿に直行します。いや、懐かしいな、この通り。よくね、社長がいらっしゃる時にね、お団子をね、買いにね、行かされたって言い方おかしいけど、行ったりとかした時によく通りました、商店街。ということで、今回宿泊するお宿はこちら。スパ&カプセルホテル、グランパークイン北千住です。マルイからは12分くらい歩きますけど、駅からはだいたい2分から5分の場所にあるという、とっても立地がいいカプセルホテルですね。最近ね、東京のビジネスホテルも高くなったし、カプセルを検討する人も増えたんじゃないかな。ということで、今回はこちらのカプセルホテルをレポしていきます。それでは、ぼっち旅のスタート。専用キーを当てて女性専用フロアに入ってきました。私のお部屋を探しています。今日はね、カプセルよりもちょっと広めのキャビンスタイルのお部屋を予約しています。私の今日のお部屋は311号室です。それでは中に入ってみましょう。お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。これね、電気がね、もうワンランクアップつくんだけど、私ね、つく場所気づかなくて、翌朝知りました。これもうちょっと明るくなります。すごい可愛いでしょ？なんかもう女子って感じで。しかもね、お部屋ね、綺麗だし、廊下も変な匂いとかもしないし、快適でした。じゃあちょっと中入ってみましょうか。まあ、中は普通のカプセルとほとんど変わらず、天井はね、ちょっとね、低いけど、ここ寝るだけだから、そんなに気にならないですね。そして、ピンクのクッションがすごい可愛いです。掛け布団もふわふわでした。テレビも大きいです。では、寝心地をね、ちょっとチェックしていきましょうか。さあ、どうかな？枕元には、ファンのスイッチや照明のダイヤルなどが、すぐ手の届くところにあって便利です。では、共有スペースを見ていきましょうか。お部屋の中での飲食は禁止なので、もし何かね、飲み食いしたいときは2階のリラクゼーションルームを使うことになります。なるほど。ちょっとゆっくりお酒飲むような感じではなさそうだね。電子レンジやポットもありました。書籍もね、いくつか置いてあります。なんかね、カウンターみたいになってて、壁に席が置いてある方がリラックスできるかなって個人的に思いました。自動販売機もあります。そして2階には喫煙所もあります。ちなみに女性はないんですけど、男性だけ大浴場やサウナも完備しているホテルです。マッサージチェアお試し中。マッサージチェアはね、女性専用フロアにもありましたよ。ここからは女性専用フロアの共有スペースを見ていきましょう。3階が女性のフロアなんですけど、コインランドリーが1つだけね、ありました。でもね、女性利用者が少なかったので、結構これは空いてました。お手洗い見ていきましょう。綺麗なお手洗いです。続きまして、バスルーム。シャワーが中心になります。こちらが、フリースペースの洗面所とかメイクルームですね。ドライヤー完備していたり、あとは美顔器とかストレートアイロンなどもありました。こちらが洗面台綺麗ですね。シャワールームね、一箇所だけ、浴槽があるんです。でもさ、裸でさ、ここでさ、みんな裸でこんにちはみたいな感じになる。なんですごい驚いてるかっていうと、いろいろね、カプセル止まってる中、シャワールームでもね、脱衣所が個々に個室になってるところしか私は今までね、見たことがなかったので、みんなで一緒に裸になって入るっていうシャワールームでね、それが初めてだったからちょっと恥ずかしいなって思っちゃったんです。大浴場だったら気にならないから不思議だよね。では続きまして、ロッカールームを見ていきましょう。こちらのカプセルのまた特徴的なところでもあると思うんですけれども、お部屋の中に鍵がかかるスペースがないんですね。
なので、貴重品などはこちらのロッカーに入れるスタイルです。はい、そういうことで、お夕飯を食べに行きましょう。実はこのプラン、うなぎ付きのプランなんです。1泊2食付きで8900円です。カプセル系の割には割高だなと感じた方が多いと思うんですけれども、今回はね、老舗のうなぎ付き、プラスもちろん朝もついている、プラスキャビンというね、ちょっと広めのワンランク上の部屋を選んだからこのお値段になりましたが、そうですね、一番お安いカプセルのお部屋だとだいたい3600円ぐらいから泊まることができます。3600円でも朝食はついてますよ。ということで到着しました。昭和23年創業の老舗のうなぎ屋さん、真島さんです。ビールを注文、お通しもついてきました。では、乾杯。人気店のようでお店は混雑していました。なんかね、お隣の席が近かったのと、ちょうど私の席がね、お料理を出すカウンターがすぐあって、おかみさんがね、すぐ近くに立っていたから、終始ね、こう撮影はかなりしにくくて、あんまり撮れなかったかな。ということで、うなぎがやってきました。オープン。これはね、一番リーズナブルな並です。プランにもいろいろあって、並上、特上、特大とかいろいろあるんだけど、私は一番リーズナブルなうなぎにしました。そして山椒が大好きなのでたっぷりかけます。では、いただきます。ふっくらふわふわしていて美味しいです。私は子供の頃からうなぎのタレ好き。先日もうちの母にね、うなぎを食べに連れてってもらって、父親にね、私はいつもね、うなぎはいいからタレご飯食べたいって言ってたらしくて、本当に金かかんないねって言われて。そうで、このタレがとっても特徴的で美味しいの。なんていうのかな。優しい味、甘すぎなくって、で、調べたらね、先代の頃から変わらないタレなんですって。創業当時から継ぎ足しで使われてきた秘伝のタレに絡めてじっくり焼いたうなぎは絶品です。これだけタレが美味しいと、うなぎがなくなってもご飯だけでもごちそうになってしまうからすごいですよね。そしてうなぎのお話に戻りますけど、私今まで食べたうなぎの中で一番柔らかいなって感じました。人気の理由に納得です。美味しかったです。ごちそうさまです。外はすっかり暗くなってきましたね。真島さんはうなぎ以外にも焼き鳥もすごく人気で食べてみたいなと思ったんですけども、ちょっとねやっぱりね撮影どうしてもしにくかったので、今回はうなぎだけサクッと食べて帰ってきましたよ。そしてこのね通り道にある八百屋さんがすっごいリーズナブルだったので、ちょっとだけ撮影しました。近かったら購入して帰りたかった。ちょっとね荷物が重くなっちゃうので今回は諦めました。じゃあホテルに戻ろうかな。とはいえ飲み足りない私、お酒をコンビニで買ってきてラウンジにやってきました。ちょっとね覗いたら人がいらっしゃらなかったのでサクッと飲んじゃおうかなと思います。ということで角ハではなくジンビーム。私ねこれ角ハだと思って間違えて購入しちゃったの。だってさデザインが一緒なんだよ。これ間違える人多分多いと思う。ジンビームでまあいいか。お疲れ杯です。この時はね人が来るんじゃないかとささっと人をね気にしながら飲んでます。横並びちょっと気まずくない？近いと静かだしね。ここにある漫画、ワンピースとかギャッツ、ウジ虫くん？ウジ虫くん？なんか男性が好きそうなアニメが多いですね。はい、このフロアには男性が好きそうなアニメが置いてありました。女性のはね3階にいくつか置いてありました。その後ね何人かこう男性がお風呂に通ったんだけど、この席に座らないから、もしかしたら私がいるからね逆に座りにくいのかなと思ってこれを飲んでお部屋に戻ることにしました。ゆっくりできてよかったです。感謝します。気づいちゃいました。すごいこといきますよ。すごくない？起き上がるの。わお。これでさ、テレビ見れるんだよ。すごっ。
ということで、テレビ見てみました。快適。より一層秘密基地感が増しましたね。電動リクライニング付きのカプセルは初めてだったので、ちょっとテンションが上がりました。そうそう、ナイトウェアのご紹介がまだでした。ナチュラルなナイトウェアがついてきます。その他のアメニティもこんな感じで用意されています。ということで今日はね、お酒を飲む場所難民になっちゃったんで、このままお休みしたいと思います。おはようございます。朝です。今日はね、ナレーションで朝のコールでございます。時刻は5時30分。早めに起きた理由は、そう、電車がね、混む前に、ラッシュの前に帰ろうかなって思ったんだけど、はい、この後ダラダラして結局、ラッシュの前に帰れませんでした。じゃあ、お風呂に入ってこようかな。ちょっとこのお風呂入ってみようかな。はい。朝早いので、シャワールームもバスルームも空いてます。早起きした甲斐があって誰も来ずゆっくりお湯に浸かることができました。朝は1階で無料の朝食をいただくことができます。一応ね、カレーが無料って歌ってるんですけれども、その他にもおにぎりやお茶漬け、パンなども選ぶことができます。そしてカレーはね、食べ放題じゃなくってね、1回だけよそって OK っていう感じでした。ということで、私の大好きな朝カレーです。では早速いただきます。味はね、ご家庭のカレーよりも濃厚で、まさにホテルカレーっていう感じの味でした。欧風カレーだね。やっぱこうザ・日本っていうカレーの味が好きだな。そして自由におかけくださいって置いてあったので、ちょっとね、カレーにかけてみようかなと思いました。朝からガーリックの香りがすごいするので、ちょっとだけ後悔しました。普通がいいかなということでごちそうさまです。そしてフロントの前にね、フリーのコーヒーコーナーがあったので、はい、一杯いただきました。ということで、グランパークイン北千住さんにお世話になりました。女性のスペースはね、非常に小さめだったので、男性の方がリラックスできるカプセルホテルだったんじゃないかなと思います。でもね、女性も快適でしたよ。では、お世話になりました。ペコリーノ。はい、北千住エリア晴天でございます。ただいま時刻は午前10時でございます。この後ね、私はふるさとにね、立ち寄りをして帰ろうかなと思っています。はい、北千住駅に戻ってきました。はい、丸いをね、ちょっとだけ覗いて帰ろうかなと思います。はい、この扉を私は開店の時に開けてました。でも懐かしいです。ここにね、一日中、半日ぐらいかな、経ってました。そして私、目的がアイスです。那須のチーズガーデンさんのお店が入ってました。チーズたっぷり。ダブルチーズケーキソフトです。アイス好き、チーズ好きの私が頼まないわけがない。じゃあいただきます。むちゃくちゃ美味しいの。このかかっているチーズの塩分がいい仕事をしています。アクセントになってますね。そして何本か前の動画で那須高原のね動画があるんですけど、そこでチーズガーデンさんに寄ってるんですね。なので東京でまた同じ店に入れるとは思ってもみませんでした。北千住丸井時代はね、私の丸井人生の中で一番楽しくって一番充実した店舗だったのね。店長がすごい素敵で、仲間もすごい良かったの。だから丸井人生の最後が本当に良い思い出だらけで、私にとって大切な場所でもあります。懐かしい思い出に浸りながら良い時間を過ごさせていただきました。そして帰りに地下にある和菓子の北屋さんによって当時から好きだったコーヒー大福を購入して帰ることにしました。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。楽しんでいただけてたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。みとちゃる TV 愛でした。